その場でふんわりなびいてるだけですから、これはずっとループでリピートで動いてる、今日もよろしくお願いします。毎度。さて前回振り向きで使った素材を使って、買ったなびきを再現してみたんですが、ゆっくりとしたなびきなので、はい、連続してみないとこういうのはわからないんですけど、なびかせるようにしてます。で全部で何枚の想定ですか？これですと1234567891011 9ですね。9枚1に戻りますので、そうか、9枚9枚の中の1234枚。はい。これは中割りも均等にやって全然問題ないので、ずっとループでリピートで動いてる、ということですね。はい、この絵とこの絵の間は結構中割りが多いということです。はい。ね。で紙がゆっくり、持ち上がって収まると思えば、そうですね、持ち上がりますが、この髪の毛だけが後ろに、反対側に動いてます。同じ方向に持っていくだけではそれではかえって不自然なので、細かい、つまりもっとリアルにするために、髪の毛、それぞれの動きをちょっと、ずらすとか、はい、個別で動かすということですね。次は戻る準備をするみたいな感じですかね。まだ一番上まで行くと思ってもらえれば、これが一番多いということですね。確かにこっち戻りますね。このアニメーションを考えた時に初めてゼロから描こうと思うと、じゃあどこをどうパーツ分けすれば自然に見せられるかっていう多分悩みをあえて言うんでしたら、ここら辺とここら辺を一塊として考えれば、ここら辺ですね。あえてこっち側はちょっと反対側若干風の方向とかは考えますか？この場合は特には考えてません。上手から吹くとか下手から吹くとか、そういうのは考えてなくて、その場でふんわりなびいてるだけですから、これは雰囲気付けの方です。髪の毛に目がいってしまいがちですが、シャツもじんわり動かしてますね。確かに少しだけ動いてます。確かにそこはリアル感じさせる。実際にはそんなに動かないですよね。そうですよね。ただアニメですと、若干動かした方が逆にリアルを感じます。指導できるところ一つあれば、その1と2が、結構動きが一番大きく見えますが、さっきお見せしたシートを見てみると、234と中なしなんですよ。中割りがないですよね。1から2、4から1に戻るところに中割りゆっくりしたのがあるので、原画を描くときに基本的に1枚だけ、この4枚揃えてますから。これが原画です。一応4枚は描きます。歩きは2枚だけなのに。歩きもワンストローク分は当たり入れときますから。なるほど。結構多いですね。だいたい3枚描いて、こことここが分かりにくいかなっていうところが出てくるので1枚足したりします。確かに3と4は重要ですね。その動きが変わるところ。髪の毛がピンと急にね、羽が変わるでしょうね。曲線が逆にというところですね。同時にこういうところは結構大きくなびいてて、ここはちょっと少ない感じですね。そこまで大きな動きはしてないので、どうですかね。そのシチュエーションによりますから。ここは軽いからとかっていうのあります。そうですね。そこら辺はちょっと端っこなんで軽く大きめにストロークを取ってますけど、基本的にその髪の毛全体をなびかせると、
ここら辺とかここら辺の髪の毛の方が大きく動くことですかね。そのシチュエーションによりますから、あこうしなきゃいけないということはありません。そうです。こっちも軽く動いてて戻る感じですね。つまりリアルにするためにちょっと動いてて戻るとちゃんとなびいてるパターン2つをバランスを取る感じが必要ですかね。はい、私中割りをした時に結構ラフを書いてましたんですけど、はい、これは一発ですか？下書きは書きますよ。あ、そうですか。見にくいので色鉛筆とかの線が残ってると見にくいでしょうか。ただその下書きを書いてそれを清書するとまたなんか変わったりするんですよね。微妙な線一本で変わりますよね。そうなんで、逆にそこはどういうふうに下書きをきれいに清書できるというか、下書きがいかにしっかりできてるかどうかで変わってきますから、そこは大事ですね。つまり下書きは細かく書けばいいということですか？それともそういうわけでもないんですけどね。清書するときにやっぱり他の絵にも参考しながら清書するとか。特にそういうことはそうでもないんですか？今度特に線一本のトレースで変わってくるのは表情ですからね。目元とか口元とかそこら辺は気をつけないと。目は一番厄介ですね。皆さんは経験したことがあるかもしれないんですけど、下書きよくできてるで清書したらなんか下書きよりはちょっと劣化してたりすることもあるので、線がまとまってもないとかえってうまく見えたりするんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。一本の線を選び出すとあれっていう感じだ。そうそれが、ね、アニメーターの多分最大の力ですかね。そこ